ングジャーナルです。今日はね、日本食が買えるスーパーマーケット、東京セントラルっていうね、お店に来ました。はい。日本食を買うんだったら、こういう東京セントラルがおすすめだよっていう風にいろんな人におすすめしてもらったので、今日は価格調査をしてみたいと思います。あとアメリカ全土によく見かけるセブンイレブンもね、日本とどんな感じで売ってる商品が違うのかとか、価格調査も合わせてしていこうと思いますので、ぜひ最後まで見ていてください。では行ってみよう。行ってみよう。なんか今サンディエゴの店舗にいるんですけど、なんか3つ建物があるので、ちょっとメインの方からちょっと見ていこうと思います。あ、こっちは日用品なんだ。すごい、ドンキやん。ほら見て、もうポップがドって書いて、このドンキのド、リラックマン、クレヨンしんちゃんとか、たまごっちまで売ってるよ。たまごっち35ドル、5000円だって。日本でいくらかわかんないけど、英語のたまごっちが買えるのかもしれない。これはかわいい。ラメ、サンリオだ。あそこまですごい高くはないね、見た感じ。やばい。しかもなぜか BGM がイカゲームというね、怖すぎ。家電もあるよ。あ、すごい。洗顔フォームとかこんなのがあるよ。冷感ボディタオル。拭くやつでしょ。違う。ああ、違う。多分首に巻くやつ。男性用のヘアジェルとか、あ、シャンプーとかもある。いくらか見てみよう。結構高い。7ドル。わお。柔軟剤ラボン12ドル。わお。2000円もします。あ、でもそんなに日本とそこまですっごい高いわけでもないかな。メリットのシャンプーがなんと15ドル。日本で買ったら300円ぐらいで買えない？ひー、高いね。一紙14ドル。わー、高いね。やっぱハンドハニーは14ドルだから、まあそこまですっごいあれでもないな。私が愛用してるシャンプーはない。ない。ここは薬コーナー、ひんやり系商品とか。まあ、物によってはそんな高くないかなって感じかな。思ったより高くないかも。ここは化粧品ですね。やっぱ化粧品とか日本のものを使いたい人結構多いんじゃないでしょうか。私はアイライナーがちょっと切れちゃったから欲しいかも。アイライナーは私はラブライナー派なんですが、あった20ドルで3000円か。まあ、日本で買うと確か2000円ぐらいだから、やっぱ 1.5 倍しますね。でもアメリカのいいやつもこんぐらいするのかなって考えると安いのかしら。買おうかな。リアルないんだよね。ビオレの洗顔フォーム10ドル。高い。こういうの欲しかったの。日本の化粧落としシート。高いな。ちょっと手を出せないな、この節約旅の最中は。メンズビオレのシート売ってるよ。これめっちゃスースーしていいんだよね。なんだろう、6.50。わお、高いっす。高すぎや。ちょっとここは飲食がないので、まあ、こんな感じで次の隣に行こうと思います。はい、じゃあこっちから。ここは調味料とかそういうのが売ってるのかな。おー、広い。お菓子が買えます。うちらね、インスタント麺が切れちゃったので LA でね、東京セントラルで爆買いしたんですけど、もう切れちゃったから買わなくては。やっぱね、札幌一番しか美味しくないんですよね。日清とマルちゃん。めっちゃ安いじゃん。カナダでコストコでね、札幌一番が24個ぐらい入って1500円ぐらいで売ってたんですよ。でもアメリカに着いてからコストコで全部日清かマルちゃんの
やつしかもう手に入らなくなっちゃって、でたまにスーパーとかに売ってるんですけど、もうなんか1袋単位でしか売ってなくって、1袋で300円とかして、へーってなって、もう高いから買わないでいて、でその日清とかマルちゃん試したんですけど、お菓子食べてるみたいな感じであんまり美味しくなくて、で東京セントラルにはねこの袋で売ってるので、しかもめっちゃ安くなってるね。醤油味が 2.7 系5袋入って約400円。醤油がめっちゃ安いね。塩ラーメンも欲しいな。やっぱ札幌一番といえば私は塩ラーメンが大好き。でも結構多めに買おう。あ、1袋単位でも99セントで売ってる。150円で。前ね LA で東京セントラル行った時はこの札幌味噌の味が確か値下げして3ドルぐらいで売ってたんですよ。ここは 6.39 ドルする。やっぱ店舗によって全然違うんだね。もうさメキシコとか行くからもっと買っとこうよ、いっぱい。醤油多めに買う、安いし。本当はもっと買いたいけど。全部10袋いいんじゃない？お味噌汁24食入りで10ドル、1500円。結構安い。ご飯ですよ、6ドルもする。なんかそういうのも食べたいね。簡単だし麺でもいっぱい入ってるよ。これ5ドルじゃん、この量で。タコスがあるからこれ2ドルだよ。この量で 4.99 だったら安い方じゃないかな。1回で終わっちゃうよ、せいぜい2回で。3回でしょ。だって3回で絶対無理、絶対行かない。3回だって1玉が結構でかいよ。8束入ってる。だってふりかけもあります。この辺とか美味しそう。ちりめん山椒、おかか昆布とか300円で、この辺は4、500円かな。本だし 4.59。おお、安いじゃん。しかもバーモントカレー私好きなやつだ。バーモントカレー 3.29。しかもちゃんとね甘口中辛とかがある。いつもねだいたい中辛しか売ってないんですよ。中辛しか買わないんだけどね。ジャワカレーは 3.49。 ドンキのこのめんつゆ1000ミリ入って 2.99。 安い、かなり安い。わさび結構いろんなとこでね 3,4 ドルだったんですけど、ここ 2.19 ドルで売ってる。一番安い。海苔も味付け海苔食べたい。600円もする、このちょっとで。コーマンの醤油800円か。でも下のやつは300円で売ってます。すごい安い。これの方が安いよ、2ドルだもん。本醸造醤油2ドル、めっちゃ安いの。買っとく？でもまだある？ない？買っとくか。使うもんね。2ドルは安いよね。美味しいのか分かんないけど。和田缶だって。最近醤油って使ってないっちゃ使ってないよね。ちょっと、でも寿司やるんだったら使うけどね、いっぱい。もうないしね、そうだ、お米めっちゃあるよ。安いじゃん。コシヒカリ20ドル3000円。絶対日本より安いよ。すごい、ここお米豊富だね。これ錦が20ドルだよ。これ美味しかったよね。待って、安くない？安い。7キロで2500円ぐらいだよ。今日本いくらなんだろうね。だって今は日本だと5キロで4000円とかじゃない？それ安い。でもこれあれだからね、これカリフォルニア米だから。カリフォルニア米だけど、でも美味しかったよね、普通に。まずくはなかったよね。確かに。でもこっちは比べたらあれだけど、こっちにしてみない？コシヒカリ21ドルだって。だって普通だったら30ドルが安くなってるよ。出てるね。カリフォルニアサンクラメントだってあり。全然いいと思うよ。さっと洗うだけって書いてある。こっちの方がでもショートだ。粒だ。絶対美味しいよ、そっちの方が。これ買う？いいよ。10粒もあんじゃん。5キロで24ドルか。そう言ってんの平気歴。ママがお気に入りのやつ。そうなんだ。平気18ドル。ちょっと高め。3000円。
ちょっと高めだけど。魚沼産コシヒカリだよ。これ可愛くないですか？今リロ&スティッチの映画やってるからそういうことかアメリカで結構スティッチ商品をめっちゃ見るんですけど、スパムでスティッチのコラボか。こういうのお土産喜ばれるよね。絶対喜ぶよこれは。いくらだろう？4ドルだ。普通のスパムより高い。あでもこう空き缶を飾っておいても可愛いの。まあ、スパムは多分ねコストコが一番安いと思う。あ、確かなんか日本だけじゃなくてハワイのなんか商品も多い。にそうだね。ハワイアンサーモンジュース。4個で5ドルだって。へえ。グアバ欲しい。1缶100円だ。日本で買うより安いよ。へえ。お酒も見てみたい。一番搾り24缶入って28ドルだから1缶150円ぐらい。まあもう安いよ。日本で買うのそんな変わ変わんんない。ない変わんない。へえ、安いじゃん。お酒がいっぱい。獺祭出ました。だからこっち獺祭が主流だな。高っ。70ドル？久保田八海山。で、大谷翔平多いよじゃあ。1.59ドル。日本でも買えるのかな？どうなんだろうね。日本で見たことある人コメントで教えてください。気になる。LA、アメリカ限定だったよ。ねえ。安い。どうなの買う？いや、いいかな。柿の種とか食いてー。りょうた好きだよね、柿の種。うん。チョコアンパンだ。だっけ。300円。これとか78円で買えるのに日本だとね2倍以上する。やっぱお菓子は高いね。え。これが7レトルだったら最高なんだけど。それな。いきますか、次のとこ。ね、僕らこれからメキシコの方に、最低でも3ヶ月はいるんで、絶対足りないんですけど、行く前にこんだけ蓄えてこれで全部でいくらだっけ？70ドルぐらい。約1万1000ぐらいか。ポイントカードみたいなのがあるらしくて、20ドルで1スタンプで全部貯まると 10% オフになるみたいです。 LA とかにも大きい店舗があるので、日本食恋しくなった方おすすめです。イエス。コシヒカリ楽しみなんだけど普通に。ねえ。じゃあ続いて多分お弁当とかお惣菜が売ってるであろうもう一個の建物を見てるな。生鮮野菜。とか売ってるんだ。さつまいもが売ってるよ。本当だ。アメリカのスーパーではなかなか見かけないさつまいも。パウンドで3ドルだ。安いのかしら。高いんじゃね。もやし1袋220円。高っ。日本だと30円なのにね。この辺はもうやばいね。見て、山々のたらこ4ドル高すぎ。600円。でも2個入って600円だよ。高いよ。日本いくらだっけ？全然高い。300円ぐらい。そんなだった山屋で。食べたかったアニヤが。刺身だって。ウニ7ドルだって。え、これあれじゃん。メキシコウニだって。メキシコでも取れるんだ。40ドルだって。これ7ドルだよ、メキシコウニ。メキシコウニ。メキシコでまたウニ取りに行こうかな。食べたい。なんかアメリカのスーパーより美味しそう。ああ、そうだね、確かに。ポケモン売ってるんだ。スパイシーマヨサーモンポケ美味しそう。5ドルだって。全部やっぱ高えな。プルコギプルコギだ。食べたい。 10.27。これもやっぱ高いね。ほら、あゆみの好きなソーセージだよ。これじゃない。これじゃないんだよ。香薫が欲しいの。コークンこっちで買えたらビビるわ。梅干し食べたい。たくあん。1300円ぐらい。あ、これ4ドルだ。まあまあ安いじゃん。安い。ねえ。ここはいいね。漬物やっぱ。もう一回俺あれやる？いい。桜やから。寿司生姜。焼きそばがあるよ。何個できる？冷やし中華4ドルだって。中華食べたい。沖縄そばもある。3個で9ドルでしょ。1袋500円。
これってさ常温で保存効くの？あーダメ、冷凍だしのダメだ。おにぎりも高いよね絶対。おにぎりいくらなんだろあ、これ上か。うん、高い。サンドイッチ6ドル。えぐいな。う。これうまそう。炙りサーモン。炙りいいね。かっぱ寿司とか行ってさ、爆食いしたい。かっぱ寿司でも昨日俺結構巻物で爆食いしてたよ。まあ確かに。料亭の味7ドル。冷蔵庫があればいくらでも買いたい。それな。1500円。そう。 1500円で。うまそう。焼肉弁当。見て、千切りがだって3ドル49だから、キャベツ買った方が安い。俺千切りやって売ろうかな。出るわ。納豆も 1.99 もあるけどね。私が好きなのかな。よこれ美味しい。4個で6ドル48セン8セント。悪くないね。あんまり好きじゃない。これ冷蔵庫があればこれ美味しいよ。4個で梅風味黒酢種。冷蔵庫がないからこんな買ってもね。今 Google マップ見てびっくりしたんですけど、今ねサンディエゴのこの東京セントラルマーケットにいるんですが、この辺結構日本系のお店があって、くら寿司があったの。ここにくら寿司一皿 3.30 ドルでかなり高いけど、くら寿司があることにびっくりしてしまいました。やっぱ日本人は三つ葉マーケットっていうのもある。ああ、三つ葉マーケットも日本食スーパーで有名。あ、H マートもある。コストコもある。へえ、H マートもありますね。H マートは韓国系のスーパーで、ここも安かった。あ、三つ葉スーパーマーケット行きたい。すぐ近くだから。ちょっと次ここ行ってみよう。急遽ね、三つ葉スーパーマーケットっていうアメリカで人気の日系スーパーに向かってるんですけど、同じ敷地内にねブックオフがありました。っていうのかな。ちょっとピントが合わない。三つ葉マーケットプレイスチェックしていきます。ほら、ラーメン3等価があるよ。食べたいよ。ちょっと値段見てみます。武蔵屋だって。待って、ラーメンより天丼の方が食べたい。天丼15ドル、親子丼14ドル。わ、カツセット食べたい。2200円ぐらいか。でも日本でもさ、セットだと高いよね。ラーメン3等価、普通盛りは13ドルとかだ。あ、でも他の店に比べたらラーメン安いんじゃないかな。13ドルぐらいで食べれるんだったら。チャーシューとかが入ると17ドル前後しますね。あ、ネギ飯セットとかある。納豆ご飯セットだって。塩ラーメン 3.79 ぐらいだったよね。そうなの。ほら、札幌一番3ドルだよ。高い。ドンキより安いじゃん。ドンキいくらだったっけ。 2.79。あ、そうだっけ。 3.491 だ。やっぱちょっと安い、こっちの方が。醤油はドンキの方が安い。おー、私が大好きなクレープが売ってる。ちょっといくらするか見てみよう。でも日本のクレープと同じクオリティなのかな。いくらなんだろう。いちごバナナクリーム 10.65 ドル、1500円。やばー、高すぎる。恐ろしい額です。これ12ドル。これで12ドル。なんか日本の雑貨とかも売ってますね。つゆとかはね、多分ドンキの方が安かった。2ドルとか3ドルで売ってたので、ずっと安い。このふっくら北海道ってやつは 1.79 だから300円いかないぐらい。結構安いです。納豆安いな、ここ。お味噌はちょっとドンキの方が安かったな。料亭の味さっき8ドルいかないぐらいで売ってたので。米も若干ドンキの方が安いかな。錦22ドル、さっき20ドルぐらいだったよね。まあ数ドルだけど、確かドンキにさっきなかった気がする。でも薬って言っても医薬品ではないね、やっぱ。日をまたいじゃったんですけど、セブンイレブンを価格調査するっていうことだったので、早速見ていきたいと思います。日本とは違うのかな。私初めて来るわ、海外のセブンイレブン。まずはドリンク、スタバ2個で 6.50。 お水は高いね。
これで4ドルもします。結構高い。やっぱ気になるのはさ、食べ物だよね。お酒は1缶6ドル。なんでだ、サンディエゴ価格なんかな。こんな感じ。インスタント麺3ドル、高いね。ドーナツ1ドル。でも全部売ってない、売り切れです。でも1ドル安いね。うわー、見て、卵サンド6ドル。卵サンド2個で約1000円だよ。高ー。これなんか 7.69 で1200円ぐらいする。あれ、おにぎりとかお弁当とかはやっぱないんだね。もう完全になんかアメリカのものしか売ってないね。なんかちょっと日本のお弁当とか売ってんのかなと思ったんですけど、全然売ってない。あれ見たことある。スムージーみたいなやつ1ドルで、スラッシャーみたいなやつかな。クッキーは2枚で1ドルだから、クッキーはまあ安いね。ホットドッグは3ドル。これは2個で3ドル。まあ安いね。これはチキンは5ドルですね。水が2個で4ドル。これまあまあ安いんじゃないですかね。ゲータレード2個で5ドル50セント。では夜ご飯をいただきまいただきー。ますす。今日は質素に味噌汁と、ご飯。インスタント味噌汁と、ご飯と味噌汁、ふりかけです。これがなんだかんだおすすめ。やっぱ米と味噌汁があれば本当生きていける。でも俺らメキシコ行くのに米追加で買わなくて大丈夫かな。大丈夫買わなくても買わないと。うまいわ。本当だ。メキシコ行くんです我々。ついに結局いろいろね行こうかなと思ってたり、やめようかなと思ったり、いろんなね思いを経てやっぱ行くっていう攻めですよやっぱ。2年前だっけ、オーストラリア人がバハカリフォルニアでその銃殺されたっていう事件がやっぱアメリカ人の中でも結構広まってて、やっぱその事件があるから今は控えてるっていうね人が結構多くて、そういうのも聞いてたから、やっぱうちらもやめた方がいいのかなとか思ったんですけど、実際ね最近行った人とかが、サンディエゴに行くにつれて結構多くて、そういう人たちの話を聞いてればもうなんか夜運転しなければもう全然平気だよみたいな感じで、問題ないですよ。ちゃんとねでも準備はねしっかりしていくので、車の保険だったりタイヤパンク修理キットだったり空気入れだったりバッテリーが上がってもいいようにジャンプスターターだったり、万が一のためにいろいろね準備はしていきたいね。そうだね。よくある高級そうな RV とか、そういう車だと結構狙われやすい可能性あるけど、こんなね88年製のボロボロの車に乗ってるもうガングロ夫婦、身につけてるジュエリーとかはもちろん外してあんまりお金を持ってなさそうにね見えれば、そういう目に遭う確率も少しでも減らしたいので、そうだね、ちょっといろんな細かいところを気をつけてメキシコに行きたいと思います。あとは結構俺の友達がバハ行ったことある人多いから彼らにねいろんな情報を聞きつつ、メキシコ人の友達にもその情勢を聞きつつどこまで行けるのか。やっぱり噂はいくらでも広がるけど、実際に行った人の話が一番ね有力なので、有益な情報をねしっかり残していきたいかなとね、何が必要とかね、いろいろねもうアメリカ英語では出てくるんで、それを参考にすれば問題ないは問題ないんだけど、こういう風にしてそういう目に遭うリスクを回避してましたっていうような情報はいっぱいアップしていこうと思うので、普通に行く予定ない人も見てて面白い動画になるんじゃないかなって思います。あとは俺らねこのね88年製のバンで行ってるから、しかも肉で行くし、だからこのバンで行けるなら他の車でも行けるじゃん。だからその道の状況とかね、そういうのとかもなんか詳しくね、上げていけたら。もう5日間しかないよ。25の出発だ。25出発。時間ないよ。やば。今日21日なんですけど、大安の日に出発しようっていう風に決めて、次の大安が25日だったので、あと4日後にはメキシコへ行きます。やば。あっという間やん。マジであっという間だね。
まだサンディエゴのサーフスポットもなんかあんまり波がね良くなかったというか、なんかいろいろ見たんですけど、なんか風が合わなかったりとかであんまりサーフィンできてないので、残りの4日間でね、そうだね。そういうのもお届けしますので、はい。ぜひお楽しみにしていてください。やることがいっぱいや。今日はね、珍しく朝からずっと天気悪くて、昨日はちょっと晴れたんだよね、途中。そうだね。なのに今日はね、ほとんど晴れずにずっと曇ってて、肌寒いし。今は雨降ってます。もう夏が終わりって感じ。なんかアメリカに来て雨って初めてじゃない？こんなちゃんと雨降ってるの。なんか霧雨みたいなのあったけど、がっつり雨初めてだから、なんか新鮮。確かに。埃っぽいからね、ちょっと。雨降んないと。そうだね。入れる。じゃあそんな感じで今日はご飯食べて練習したりして、今ねミッションベインの方にいるんですけど、この辺りでも今日はオーバーナイトできるところがあるので、ここでねステイして明日朝一サーフィンしようと思います。いろいろね無料キャンプスポットとかリアルタイムでの情報はオンラインサロンに載せてるので、よければチェックしてみてください。チェックしてください。はい、もうね、概要欄にリンク貼っときます。僕らが旅した全てをそこに記すんで、それを見ればバントリップってこんな感じかなっていう概要は絶対つかめると思う。そうだね。こんな感じです。はい。じゃあまた明日。おやすみなさい。おやすみ。メンバー限定コミュニティノマドサーフクラブ。旅で見つけた世界のシークレットサーフスポットから無料キャンプ場やシャワー情報、節約旅のコツなど、旅やサーファーに役立つ情報をすべて紹介しています。リアルタイムの現地レポートや海外でそのまま使える英会話フレーズ、さらに会員限定コンテンツも公開。月額980円で旅もサーフィンももっと楽しく。私たちの旅を応援してくれる仲間も大歓迎です。気になる方は概要欄からチェックしてね。